ボンジョルノ。あんたすごい汗だね。はい、今ちょっとパン屋さんまで行ってきたんですけど、もう暑くて汗だくです。ヨーロッパは熱波が続いていると言われます。イタリアはね、もともと暑いんですけれども、フランスとかね、イギリス、ドイツはすごい日本のテレビでも報道されている通り、異常な暑さということで。各国の違いを今回はご紹介します。それではスタート。皆さんもニュースでご覧になったかと思いますけど、6月下旬の熱波ではドイツとフランスが40度超えっていう数字を記録したみたいで、なんかね、パリのクーラー争奪戦とかはなんかテレビでもよく話題になってるみたいなんですけど、この熱波でね、私もベルリンの天気とかドイツの天気ずっと見てたら、ちょっと信じらんない、目を疑う感じ、毎日最高気温が37度とか、ちょっとありえんなと思って、私が住んでた時代とはやっぱり明らかにもう暑くなってるっていうのがね、公共交通、バスとかね、地下鉄がやっぱりロンドンとかパリは全然クーラーがなくて暑いっていう話ですけど、ベルリンはね、結構新しい新型のバスとかトラムは私がいた頃からクーラー付きになってたので、その古い車両の地下鉄とかを除けば意外とこうバスとかね、涼しいっていうのは、これもやっぱ街によってね、そのクーラー率っていうのは違うと思うんですけどね、ベルリンに住んでる友達に電話をしたら、もう暑すぎて昼間でもずっとカーテンを閉めて外気が入らないように頑張ってるって言ってたね。ベルリンのニュースとかテレビで見てたら、やっぱりこうプールにも人が押し寄せすぎて、なんかもう朝の午前中早い時間にもう入場規制になったとか、そんな感じらしい。放水車で水まいたり、警察がね水まいてたっていうのあるけどね。ちなみに私は昔サッカーの試合で東ドイツダービーって危険な試合に行った時に、その放水車で冬の寒い時にバーって水かけられて、文句言いに行ったらさあお前どけって言われて、そういう感じです、ドイツの警察は。あとはもともと私たちがいるイタリアとかスペインはやっぱり他のフランス、ドイツ、イギリスとはやっぱ違うんでしょ。もう建物のね、もともとの設計がやっぱりスペインとかイタリアは暑い前提で作られてるから、ある程度クーラーがなくてもなんとか夜寝れるぐらいのねところは多いと思うんだけど、フランスとかドイツとかやっぱり窓も大きかったり、もともと太陽がありがたいっていう設定で作られてるから、それ夏の太陽がガツンときちゃうと暑いやな。イタリアは日本と同じで南北に長いから、結構北と南で地域差があるよね。やっぱりどちらかというと日本と一緒で、北の方がね全体的に涼しいし、南の方が暖かいっていうのは基本それは一緒なんだけど、ちょうど今年も熱波来た時は北イタリアだから、フランスとかドイツが暑かったから、北イタリアもそれに乗じて暑くて、逆にそのシチリアとかイタリア南部の方が30度いかないぐらい涼しいみたいな。あとやっぱり都市とこう海に近い町かによっても結構違うね。でもやっぱりローマも町だから、どうしても夜とかも気温がなかなか下がりにくいっていうのがあって、でもそのローマの国際空港って海に面してるんですよね。フィウミチーノって町なんですけど、そこは結構意外と最高気温がローマより4度から5度低かったりね。やっぱこう日本でも銚子とかね、千葉とか海に面してると意外と涼しいっていうけど、それはやっぱこっちもそうなんです。あとやっぱりビテルボはちょっとこう内陸なんですけど、最高気温が35度とか毎日続いてますけど、夜はね意外とね20度ぐらいまで下がるから、俺らクーラーつけてないよね。でもクーラーの普及率イタリアで 40-50% っていうとは言いましたが、私たちが住んでるこう旧市街、塀で囲まれた中は外観を重視してエアコンで必要なこう室外機を外に置けないから、そうすると必然的にエアコンを置けない家が多い。そうだね。だから郊外の家とかだったら問題ないけど、こういう旧市街の中だとね、うちはたまたまここに屋根裏みたいなところがあって、そこに室外機を置けるからクーラーついてるんですけど、前住んでた家はそういう設置する場所がないから置けないって言ってたね。そうこの間前の家のご近所さん、向かいのうちに引っ越したからって新居に来てってお茶に誘ったんだけど、その日はもう暑すぎるから湖に入って涼んでくるわって言って、去年
覗きに行ったら本当湖にただただ浮かんでるだけ、老若男女問わずとはこういうことだっていうぐらい、私の両親の年齢ぐらいの人たちもみんなグループになって浮き輪に捕まりながらキャッキャしながらおしゃべりして涼んでるみたいな。あとは日本との違いはやっぱり湿気がね。そうだね、やっぱりこう川全然乾燥してて、今最近もう全然雨も降らないから毎日晴れで、単純に気温だけ見るとあんまり日本の暑さと変わんねえじゃんって思うんだけど、去年ね8月に日本帰ったけど、やっぱ暑かった。気温だけじゃ比較できないっていうかね、やっぱ湿度があるかないかで全然その暑さのクオリティが違うよね。そうだね。日本との違いといえば家に網戸がない。例えばドイツなんかはそもそも網戸なんて見たことないし、まあ蚊もねベルリンとかだったらいないからね。もうこの蚊に私は本当に悩まされてる。暑さよりもこっちの方が私は天敵って感じ。我々来たのが2年前、9月かで、11月でも蚊に刺されたからね。本当寒いのにね、もうね。こっちは5月ぐらいから11月ぐらいまで蚊を見るから、もうほぼ半年。それも私の蚊にアレルギーなのかわからないけど、子供の頃から比較的こう蚊に刺されたら腫れてブヨみたいになっちゃったんだけど、こっちに来てからの蚊は本当水ぶくれになっちゃってひどいよね。だから本当に痛い痛いって言ってすごい機嫌が悪くなるんですよ。蚊に刺されてこうすごい腫れちゃって、で多分写真出てると思うんですけど、でもねイタリアに来てびっくりしたのは、結構だから網戸がある家が半分ぐらいだよね。そうだね。うん、でもこれも調べたら、その景観を守るために旧市街は網戸をつけられないエリアもあると聞くけど、前の家はあったんだよね。そうそうそう。去年網戸がついててもアパートの中でも刺されたから、蚊取りグッズはいはい、みたいなの、蚊取り線香とかスーパーで売ってるからね。売ってる、うん、日本でおなじみのフマキラー、フマキラーがこっちにも結構商品があるので、例えば蚊取り線香、ぐるぐる巻きの蚊取り線香もフマキラの売ってるし、あとはベープ、蚊取りマット、形がちょっと違うけどこれも日本でよく使う液体の刺してこくだけ。もうこういうのは必需品。網戸があっても必需品、でも今新しい新居はないからね、あなたが網戸買おうとしてんじゃないの？そう、後から取り付けられる簡易の網戸っていうのをホームセンターで発見したから、ちょっと近々つけに行きたい。やってみましょう。他の国に住んでる人は蚊の対策どうしてるのかね。もしヨーロッパとかね、他オーストラリアとか住んでる方でも、私の国とか地域じゃこういう網戸があるないとか、こういう蚊の商品があるっていうのをコメント欄でぜひお伝えいただけるとありがたいです。あと日本でもこれが蚊対策とか暑さ対策でおすすめだよっていうのがあったら、次帰国した時に買ってくるので、ぜひ教えてください。それではまた2週間後に。チャオチャオ。